はい、森の賢人です。今日はジェマ4が出ましたので、オーラマを使ってですね、自宅の PC でジェマ4を動かしてみました。モデルに投げる文言は簡単なんですけども、日本の県を北から順に書き出してというのを試しています。モデルのサイズが4種類、E2B とか E4B、26B、31B というモデルサイズがありましたので、それぞれのモデルを同じ文言で反応がどうなるか試してみました。はい。実際の画面に入る前にパソコンの環境について紹介いたします。OS は Windows 11、CPU は i5 の10400、メモリは 32GB、グラボは RTX の3060を使っていまして、VRAM が 12GB です。このパソコンを使って実際にどのような動きになるのか参考にしていただければと思います。はい。では次の画面から実際に見ていきましょう。まずは Gemma4 の E2B でやってみます。E2B を選びます。日本の県を北から順に書き出してと入れました。今、モデルが、ロードされてます。右側のタスクマネージャーを見ていただくと、グラボの GPU の使用率が今62とか55とか、上がっていまして、メモリの使用量を見てもいただくと 7.3GB 使用しています。CPU は上がってますが、RAM の方は12.4ぐらいですので、そこまでは影響してないかなと思うんですけども、まあ、スラスラと動く感じですね。で、北から順にこのぐらいの速度で出てくるので、このぐらいのモデルであれば軽量です。サクサク動く感じでした。次は E4B でやってみます。同じように入力しました。右側のタスクマネージャーを見ていただきますと、一旦モデルは、開放されて、再度ロードされています。メモリは 9.9GB まで上がりました。GPU は 23%、50%。まあ同じぐらいですね。CPU とメモリもそんなに大きな変動はありませんので、ほぼ、グラボで動作している感じになります。画面を見ていただくと、まあ今シンキングで考えている状況のものがパラパラと出てますが、まあ中も割と動いている感じがしますね。先ほどの E2B と比べると思考が少し長い感じがするんで、まあ、より深く、考えて答えを出そうとしているのかなというイメージがあります。今回のRTX 3060では、この E4B がベストかなと思っていて、これであれば、まあ、こういう感じでスラスラと返答が返ってくる感じになっています。これであれば日常的な使用もそこまで支障がないかなという印象はありますね。で、最終的には47都道府県が、まあ、合わないとか、そういった制度のところに少し不安がありますが、まあ、それは、指示によって変わるかなと思います。次は、えーっ26B ですね。同じように指示を出しました。右側を見ていただきますと、まあ、一回、読み込まれたものが解放されて、再ロードが始まります。今、グラフィックボードのですね、メモリを見ていただくと、うんともすんとも言ってないですね。CPU の使用率もそんなに変動がありません。今、読み込みが行われました。で、このあたりからですね、RAM の方にも変動があって、RAM の方もデータが増えていく感じがあります。これはもう、このモデルサイズ 26B は、そうですね、グラフィックボードのメモリサイズを、超えていますので、すべてそこに収まらないようなイメージですね。なので、だんだん、
通常の RAM の方ですね、メモリにデータを読もうとしている感じがあります。パーンと17ギガとか19ギガ、20ギガとか跳ね上がっていってますね。で、そこに行ってしまうと、もう速度が、そこでのやり取りになってしまうので、メモリと CPU で、この LLM のですね、やり取りが開始されます。で、結構、思ったよりもスラスラ動いている印象はありますが、こういう感じで、少したどただしい感じで、中で、思考が開始されている感じがします。もうこうなってしまうと、グラフィックボードがある意味があんまりないのかなという感じなんですけども、見ていただいても GPU の、使用率は22%、VRAM もですね、1.3ギガしか使用していません。メモリの方は結構上に貼り付いてますので、今28ギガぐらいですかね。30ギガ付近のところで、さまよっている感じになります。で、CPU もほぼ使われてますよね。50%ぐらい、使ってるので、こういう感じで、CPU とメモリで、答えを出すっていう感じになっています。それなので、少し、遅い感じになりますが、まあ、あの、精度は上がってますので、書いてる内容は、より洗練された感じの印象はあります。さっきのモデルでは、都道府県が合わないっていう話もありましたが、ここではきっちり47都道府県をですね、表示するとか、そういったところの挙動も見られました。あとはこの出力する時間の問題はですね、カバーする方法としては、人がいない時でもですね、実行できるように、バッチで走らせるとか、そういったことも可能かなとは思っています。次は 31B をやってみますが、初回は失敗しました。これはちょっと失敗した、画面ですね。見ていただければと思いますが、モデルのロードのところで、エラーが出て、エラーで表示されてしまいました。気を取り直して、31B でもう一度やりました。今回は前回と違うところが、他にブラウザとかですね、いっぱい開いてたので、VRAM じゃなくて、普通の RAM の方ですね、メモリの、容量が、使用されて空きが少なかったので、いろいろ閉じましたですね。そのおかげもあって、ギリギリ立ち上がる感じの状況になっています。でも 31B は結構重いですね。点々点ってずっと上の方で読み込んでる感じがしますが、まだこれ読み込んでて、最初の思考の開始のところまで、いけてない感じになります。で、やっぱり負荷が少しかかりすぎてるのかなという感じもあるんですけど、CPU とメモリだけの方ですね、に、処理が集中してしまうので、あまりあの、サクサクっていうか、もう本当にたどたどしい感じにしか動かない印象がありますね。で、この1個のやり取りでもですね、結構時間かかってますので、もう少し時間がかかるかなと思います。はい、ちょっと時間かかるので、10分飛ばしました。10分経過した後、やっとですね、シンキングが終わりまして、今、回答を出し始めました。上から順に日本の都道府県を北から順に書き出しますということで、パラパラと書いていっています。この時点でも少し遅いですね。日常的な利用であれば、ストレスがかかりすぎますので、あまり使えないかなと思います。バックグラウンドで使うとしても、少しレスポンスが悪すぎますので、精度が高いにしても使うところがないかなっていう印象ですね。
で、ずっと、タスクマネージャーの状態は似たような感じで、見ていただくと CPU はだいたい50%ぐらいですね。普段の用途で CPU をそんなに使うことないので、50%いくことも珍しいんですけど、そのぐらいをずっと使い続けてて、メモリも割と食ってるという印象です。GPU は少し使ってますが、これは後から分かったんですけど、この録画をしているときですね、えOBS を使ってやってるので、OBS の方でも少しエラーが出てましたので、その関係で GPU がなんか負荷がかかってるのかなっていう印象なので、この Gemma4 を使ってるから、GPU が動いてるかっていうのは少し分かりにくいかなという印象はありましたので、参考ください。はい。最後ですね。31B はこんな感じになりました。では、最後まで少しお付き合いください。はい。最後まとめですね。Java4 は RTX3060 で動くかというのを確認しました。E2B、E4B、どちらもサクサク動きます。モデルのサイズ大きい方がですね、精度がいいので、E4B であれば、精度も割とよく、サクサク動くので使いやすいというイメージがあります。26B は思ったよりも、動きますし、用途によっては使えるかなという印象があります。日常的なやり取りでは少し遅い印象ありますが、例えばバックグラウンドで動作させて何かをリサーチさせるとか、え空いてる時間とかですね、そういった時に勝手に自動化で、作業させるとか、そういった用途で活用できそうなイメージがあります。31B は少し遅すぎるので、活用が難しい印象ですね。はい、以上になります。でもジェマ4はですね、少し、なんていうんですかね、可能性を感じる、印象がありますので、今後もいろいろやっていってですね、また動画にして情報共有をしていきたいと思いますので、よかったら、この後のですね、動画も見ていただけたらと思います。はい、今日は以上で終わりにします。ありがとうございました。